外界から隔絶された大陸。その地では、古より巨大な異次元の門、ホールが出現し、人々や土地を飲み込む現象が発生していました。しかし、ホールは人々を飲み込む厄災であるのみならず、ごく稀に人知を超えた恩寵とも言うべき力をその地にもたらすこともありました。ある時は未知なる暗黒物質、またある時は超文明の遺物と思わしきテクノロジー、そして時には生命でさえも。大陸に生きる人々は限られた資源を守るために戦う、奪い合い、いつしか生き残るために死というくくりで完結していきました。寄り合った人々によって国や組織が乱立し、群雄割拠のまま年月は流れてゆきました。古来より大陸には多くの獣人たちの部族が存在しておりました。武勇と誇りを重んじる気質は似通っていながら、食料問題、縄張り争いに端を発する部族間の争いは憎しみの連鎖を生み出しました。自身の部族を守るために相手と戦う、正義のための戦いだ。そんな考えが自身の過ちを正当化させ、血で血を洗う醜い争いとなったのです。部族同士の争いはやがて部族内での異端を排斥することにもつながります。偏欲を持たない少年シュライグ、同胞を手にかけてしまったルガル、生きるために盗みを繰り返したフェリジット、その妹のキット。彼らは皆自らの部族を追われた者たちでした。死を待つばかりだった彼らは自身のいた部族からの逃亡の先で奇跡的に巡り合い、生き抜くために部族の垣根を越えて手を取り合います。憎しみ合うばかりだった各部族も本当は違いなんてほとんどなく、みんなただ懸命に生きたい人々だったのです。そんな彼らのもとへ少しずつ人々は集い、いつしか群れと呼べるほどの集団になりました。シュライグ、ルガル、フェリジットの3人が中心となって部族の壁を越えて手を取り合う組織を作ります。さまざまな部族の集合体である彼らは、部族を意味するトライブと旅団を意味するブリゲードを合わせてトライブリゲードと名乗ります。旅の果てに陶器鉄の国で安らぎを得た彼らでしたが、そこに極北の大国ドラグマによる侵攻の知らせが届きます。かつて彼らを排斥した部族からのメッセージ。部族を超えて手を取り合うことの大切さを知った彼らが過去を許し、再び立ち上がります。協力者の力を借りて再び故郷に足を踏み入れるトライブリゲード。ドラグマに反抗を続ける部族たちにトライブリゲードは同盟を働きかけます。かつて自身を排斥した人々のために前線で身を削って戦う彼らを見て憎しみ合っていた部族もやがて手を取り合って巨大な連合へと変わっていきます。かつて一人だった少年と少女たちは仲間を守るために戦う大指揮将となりました。人々は許すことができる。手を取り合うことができる。彼らはドラグマに囚われた仲間を奪還するために捕虜奪還作戦を決行します。侵略の豊、戦場に鉄銃の方向を聞け。深淵と呼ばれる大陸の極北に位置する大国共同国家ドラグマ。ある時、共同国家ドラグマに巨大なホールが出現します。聖痕を身に宿し、共同国家ドラグマを守護する聖女であるフルルドリス、エクレシア率いるドラグマの騎士団は、共同国家ドラグマの最高司令官であるマキシムス・ドラグマの命令で、ホールが出現した現場へと向かいます。天空にできた裂け目。
天の底から焔をまとって現れたのは強大な力を持ったドラゴン、外人竜バスタード。バスタードの降り立った大地は砕け、周囲の建造物は衝撃で崩れ落ち、街は焔に包まれました。ドラグマの信徒で構成される共同軍の騎士長であり、教会における3つの神器、剣、盾、鎧を持つフルルドリスは、共同国家ドラグマを守るために、バスタードと戦闘を行います。バスタードは、フルルドリスの放った攻撃で、甚大なダメージを受け、地へと落ちます。しかし、落ちた先に、強大な力を持ったドラゴンの姿はありませんでした。共同の聖女エクレシアは、討ち取られたドラゴンが落ちた先で、瓦礫の中で苦しむ一人の褐色の少年と出会います。アルバスの楽園。彼こそがフルルドリスによって討ち取られた外人竜バスタードであり、共同国家ドラグマを危機に陥れた天帝の使徒。少年と少女が出会った時、二人の冒険の物語が幕を開けるのです。瓦礫の中で苦しむ褐色の少年、アルバスの楽園。その姿は先ほどまで共同国家ドラグマを危機に陥れていたドラゴンには思えないほど痛々しいものでした。なぜ彼のような少年が共同国家ドラグマと戦うことになったのか。なぜ突如現れたホールから彼は竜の姿で現れたのか。そして彼は一体何者であるのか。共同の聖女エクレシアは少年に問いかけます。あなたはどうして戦うのですか。アルバスの楽園はフルルドリスによって負わされた傷口を押さえて痛みに耐えながら答えます。わからない。俺は何もわからないから戦っている。自分を守るために。アルバスの楽園の答えは意外なものでした。彼は自らの記憶を失っていました。何もわからないからこそ自らに降りかかる火の粉を振り払わざるを得なかったのです。そのことを知ったエクレシアは傷ついた彼を救おうと手を伸ばします。しかしその時、ドラグマからの増援であるハッシャーシーンドラグマの部隊が到着します。さらにホールに対するドラグマの動きを察知していたトライブリゲードも駆けつけます。くしくも同時に到着したことで睨み合うこととなった両者。傷ついた彼を刺激しないように両者を制止するエクレシアでしたが、邪教徒を擁護する者は聖女足りえないとしてハッシャーシーンドラグマはエクレシアの聖魂を奪い取ります。聖魂を奪う際に空間に生じた穴、それこそがアルバスの楽園が現れた穴と同じ形、ホールでした。アルバスの楽園は自身を救おうとしたエクレシアを助けるためにもう一度ドラゴンへと姿を変えます。金色竜ブリガンド。彼はエクレシアを守るために力を使ったことでエクレシアの聖魂と同じ額に十字の傷を持った新たな姿へと進化します。かつて迫害され自らの故郷を追われたシュライグたちトライブリゲードはアルバスの楽園とエクレシアに自らの過去を重ねます。この二人を守るぞ。トライブリゲードは二人を守るためにハッシャーシーンドラグマとの戦闘を開始します。怪人竜バスタードを一度討ち取ったフルルドリスもハッシャーシーンドラグマに遅れて合流しますが、そこに協調のシュライグが強襲を仕掛けます。互いの仮面が砕けるほど激しい打ち合いが続きましたが、ゲリラ戦闘の経験が豊富なトライブリゲードは無事2人を連れて撤退に成功するのでした。戦場から少し離れた先、気を失ったままのエクレシアは暖かな日の光の中で
アダバナのフェリジットに解放されます。アルバスの楽園は自身とエクレシアを救ったトライブリゲード協調のシュライグから小さな鳥型のロボットを手渡されます。これからの旅路でこいつが必要な時が来るだろう。持っていくといい。君たちの無事を祈る。ドラグマから追われるものとなったエクレシアとアルバスの楽園は新たな地に向けて旅を始めるのです。発射シーンドラグマと戦闘を行うことになり、ドラグマから追われるものとなったエクレシアとアルバスの楽園。トライブリゲードに救われた2人は追っての来ない新たな地へ向けて旅に出ます。足を踏み入れたのは広大な砂漠地帯。年月を経て崩れかけている巨大な塔。砂の中から見える巨大生物の骨。砂と岩が果てしなく続くこの場所は大世界ゴールドゴルゴンダ。古くよりこの地を支配する強大な力を持った大蛇ハジャ対抗ゴルゴンダと同じ名を持っています。砂漠地帯を進む彼らは遠方より何者かに捕捉されます。侵入者発見。2人の周りを飛ぶ鳥型のロボットは友軍判定が出ていますが、深いことは気にしません。怪しいものはとりあえず確保です。突如現れた弾丸のような姿をしたロボットたち。スプリガンズという種族の彼らはアルバスの楽園とエクレシアを拘束します。なんで捕まえるんですか。話してください。拘束の解除を訴えるエクレシアでしたが、侵入者を解放するわけにもいかないスプリガンズたちも対応に困ってしまいます。シュライグに渡された鳥型のロボットは味方判定であったため、拘束されずに2人の周りをぐるぐると飛び回るのでした。そんな時、現れたのは獣人の少女。恩人と似た姿をした少女はシュライグの鳥型ロボットに気づき、拘束されたアルバスの楽園とエクレシアを解放します。彼女の名前はトライブリゲードキッド。ドラグマとの戦いで傷ついたエクレシアの解放をしたトライブリゲードアダバナのフェリジットの妹でした。トライブリゲードとスプリガンズは協力関係にあるようでしたが、いきなりの侵入者を仲間だと認めることはできません。入団テストを開始する。アルバスの楽園とエクレシアは彼らスプリガンズと争うつもりはありませんでしたが、仲間と認めてもらうために彼らのテストに挑戦することとなりました。アルバスの楽園はトライブリゲードキッドの協力で新たな姿テックリュースプリンドに姿を変え、スプリガンズとのチェイスに挑みます。スプリガンズは自身を弾丸に変え、スプリガンズシップエクスブローラーから射出、爆撃を行います。逃げるアルバスの楽園とエクレシア。彼らの冒険は一体どうなってしまうのでしょうか。同時刻、共同国家ドラグマでは共同の大臣議官が新たな奇跡を行使します。今こそ福音の時、来たれり。導きが災いにかかった時、彼らの運命がどうなるか、今はまだ誰にも分かりません。まるで暴風雨のような激しいラッシュでした。なんとかスプリガンズの猛攻を耐え切ったエクレシアとアルバスの楽園。合格。無事スプリガンズのテストに合格し、仲間と認められた2人。いざ仲間と認めたら、スプリガンズたちは飲めや歌えや大騒ぎ。彼らの集めたたくさんの財宝に囲まれて皆が笑顔のお祭り騒ぎ。逃げ延びた先で新たな仲間もできてハッピーエンド。しかしそう思ったのもつかの間。
大堺ゴールドゴルゴンダに轟く強大な地響き。突如、大堺ゴールドゴルゴンダに大きな渦ができたかと思えば、そこから現れたのはまるで天まで届くかのような巨大な大蛇でした。その名はアジャタイコンゴルゴンダ。この砂漠地帯にすると襲い来るゴルゴンダからエクレシアを守るためにアルバスの楽園が戦おうとしたその時、発生したホールの干渉からアルバスの楽園は制御不可能な力を発現させます。ラテン語で白を意味するアルバス、父親に認知されない私生児のことを指す楽園と、やけど跡によって印を残す楽園。2つの意味を持つアルバスの楽園。白の楽園の力を解放した彼は燃え盛る炎のごとく竜へと姿を変えます。楽園竜アルビオン。自身に制御できぬほどの強大な力。彼は自身の何十倍もの大きさを誇るハジャタイコルゴルゴンダへ攻撃を仕掛けます。鳴り響く戦闘の轟音。アルバスの楽園は完全に意識をなくし、暴走するドラゴンへと変化してしまいました。ヒットは新たな試作品を用いて戦いを止めようとするもかなわず、強大な力のぶつかり合いに近づくことすらできません。誰にも止められない力と力の衝突。諦めかけたその時、天をつく雷がゴルゴンダの巨体を貫きます。災いがあれば導きもある。見上げるとそこには失ったと思っていた導きがあったのでした。ゴルゴンダを貫いた雷。何度も戦いのたびに見てきた光。エクレシアたちの窮地を救った。その正体は共同の騎士フルルドリス。フルルドリスは聖魂の力を封じ、騎士団の部下であったテオとアディンと共にエクレシアを追って大堺ゴールドゴルゴンダへと駆けつけたのでした。ゴルゴンダはフルルドリスの放った雷撃で地に伏します。しかし暴走する楽園竜アルビオンは止まりません。フルルドリスが剣を構えたその時、エクレシアは武器も構えず彼の前へと歩み寄ります。大丈夫、大丈夫だよ。エクレシアは楽園竜アルビオンの中にいるアルバスの楽園へと声をかけます。一緒に帰ろう。エクレシアは手を広げ彼を受け入れます。楽園竜アルビオンの炎のごとくシンクの肉体は燃え尽きた炭のように黒へと変化していきます。エクレシアの声を聞いたアルバスの楽園は暴走する力を抑え自身を取り戻すのでした。たとえ困難に直面しても2人の物語はまだこれからも続くのです。